はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。今日はですね、ナスダック100のこれからについてのお話を集中的にしていこうかなというふうに思います。収録している時間は12月13日でして、前日の夜にですね、CPI の結果を受けて米国市場が上昇した後という時間帯です。まだ FOMC の政策金利の方の発表は行われていない時間に収録しております。今、月足のチャートになってるんですけども、1ヶ月ほど前に上げた YouTube の中では、まだですね、この月足で考えたときに上昇のですね、1、2、3、4、5という5波動に入る手前だったんですよね。で、その時、もし5波動に入った場合の目標値っていうのがどのぐらいになるかっていう話をしたんですけど、その時に私が申し上げたのは、この5波動目っていうのは、この第1波動目と同じような長さになるっていうことがありますよっていう話をしました。これに関してですね、いろんなある方もいらっしゃると思うんですけども、考え方なんて人それぞれなんで、私はそういうふうに考えているということで理解していただければと思うんですよね。でですね、実際にですね、先物取引なんかやってると、第1波動目と第5波動目が同じ値幅になるとかっていうことはですね、実際に遭遇したりするんですよね。それに基づいて、この第5波動目がどこぐらいまでいくかっていう話を1ヶ月ほど前の動画でしたんですけど、その時の数値っていうのが16,500ポイントぐらいだったわけですね。で、今そこに近づいてきてると、あと150ポイントぐらいで、その一つの目標値に近づいてきているというのが、現状なわけですね。で、それがですね、史上最高値の手前という水準になっているので、今、きっと多くの方がですね、ナスダック史上最高値を超えていくんじゃないかっていうふうに考えていらっしゃると思います。で今回は、じゃあそのナスダックがですね、実際にこの史上最高値を超えていったら、どういうふうな考え方になるのか、ちょっと話をしていこうかなというふうに思います。はい。で、今画面に映ったのは、ナスダック100の年足しのチャートになります。で、私の動画を前から見ていただいている方は、今のナスダック100っていうのは、年足で見ると、上昇トレンドの調整中だと、いうことはですね、何度も申し上げていますよね。ここで、1、2、3、4というふうに、今はナスダック100っていうのは上昇トレンドの調整中ですよっていう話を何度もしてきたというふうに思います。で今そこから戻ってるという調整の4波動目が今上昇しているということなわけですね。なので、ここでこちらにある史上最高値を超えるということはどういうことが起こるかというと、上昇トレンドの5波動目に突入するということなわけですね。もう一度、その場合の線を引いていきますと、1、2、3、4、5というふうに、年足で上昇トレンドの5波動目に突入したことが確定するということになるわけですね。今の段階ではもうほぼ超えそうなところまで上昇してきていたとしても、実際には超えていないので、この上昇というのは上昇の5波動目だと言い切ることっていうのはできないんですよね。なので、まだここの手前から、ここから下落していく可能性っていうのはまだ残されている状況ということです。で、それが否定されるのが、こちら、史上最高値を超えることによって、5波動目に突入したということが確定するときということになるわけですね。で、私は以前からナスダックはこの史上最高値を更新せずに下落していくという相場感を持ってますよという話を以前からしています。なので、もしこれがですね、史上最高値を超えて年足の5波動目に突入していくということが起こったとすると、私の相場感が外れていたことになりますので、それに関しましては大変申し訳ありませんでしたというふうにお詫び申し上げます。なので、史上最高値を超えると5波動目に突入するということになりますので、次にですね、大きく相場が暴落するということが起こるとすると、それはどういうタイミングかというと、5波動目が終了するときということになるわけですね。このように。5波動目が終了してしまったときが、今度は、次のナスダック100の暴落タイミングということになるわけです。私がですね、こちらの史上最高値を超えないだろうというふうに思っていた理由の一つ、いくつかありますけど、その理由の一つというのは、年足で調整に入ったときですよね。かつてですね、第1波動目の上昇が終了して調整に入った時というのは、第1波動目の高値を超えて第3波動目に突入したということが確定するまで、17年のですね、年月が必要だったわけです。17年もね、調整にかかったので、なかなかですね、この1年下落して、次の1年でこの高値を超えるっていうことはですね、想定せずに、今までの動画を作ってきたという感じです。
で、はい、先ほどの話に戻るんですけど、あと市場最高値を超えて5波止めに突入した場合は、次の暴落ポイントというのが5波止めが終了した時と、要するに5波止めが終了して、調整に入る時ですよね。その後どうなるかっていうのはさすがに分かんないわけですね。5波止めが終了し、6波止めで調整して、そこから7波止めの上昇に行くのか、それとも5波止めで上昇があり、その後年足で下落トレンドが発生していくのか、あるいは持ち合いがね、始まっていくのかっていう、行ったり来たりする持ち合いが始まっていくのかっていうのは、その時になってみないと分かんないことなので、今はね、喋っても意味がないことだと思うので何も言いませんけれども、この5波止めが終わるタイミングってじゃあどんな時なんだろうねっていうことになるわけです。もしこちら市場最高値を超えて、5波止めに突入、年足で5波止めに突入した時、それが終わるタイミングとして何か経済的なイベントがあるとすると、一つ言えるのは、もうすでにたくさんの投資系インフルエンサーの人が喋っていることなので、知っている方の方が圧倒的に多いと思うんですけれども、一つの大きなイベントとしてあるのは FRB による利下げになるわけですよね。はい、こちらですね、青い線がナスダック100の終値の推移で、オレンジ色がですね、フェデラルファンドレートの推移になります。はい、過去のですね、暴落局面の話になるんですけども、ここがIT バブル崩壊の時なわけですが、その時のフェデラルファンドレートの推移っていうのは、ここで利上げしていたわけですね。で、水平になっているので利上げを停止したわけです。で、利下げを始めたら暴落が加速していったということがあったわけですね。次はリーマンショックですよね。利上げして、利上げ停止して、で、利下げというふうにしていったら、その時リーマンショックが起こったということですね。こんなふうにですね、利下げしていく時って相場が暴落しているっていうことが過去あったわけですね。もちろん過去こういうことがあったからといって、これから先も同じことが起きますよなんていうふうに言い切るつもりは全くないです。その可能性がありますよねって話をしているだけなので、その点ご注意ください。それにですね、最近の上昇っていうのは FRB の利下げを織り込みにいっているっていうふうに考えることもできるわけですね。で、そうすると、実際に利下げが起こった時っていうのは、材料で尽くしで売られてしまう可能性もあるというふうに考えておいた方がいいわけですね。ということで、ナスダック100がですね、年足で市場最高値を超えて5波止めに突入したということが起こった場合、FRB のですね、利下げスタートっていうのが5波止めが終了するタイミングとして注目しておくべきポイントになるんじゃないかなというふうに思うわけですね。先ほどですね、月足で見ていただいたように、月足自体が今5波止めになっているわけです。ですから、この月足の5波止めがですね、第1波止めと同じ値幅になる場合というのは、16,500 ポイントぐらいが一つの目標値になってきますので、市場最高値を超えないという可能性だってもちろん残されてはいるわけですけども、今回はですね、非常に近い水準に第5波止めの目標値があるので、一応それを超えてしまった場合にですね、どういうことが起こるのかっていうことについて解説させていただきました。はい、最後にですね、ちょっとだけ告知なんですけれども、個別株のですね、メルマガの方を始めることになりました。すでにですね、指数の CFD に関してはミラートレード用のメルマガの方を発行しているんですけども、個別株の方もですね、ミラートレード用のメルマガの方を発行することになりました。で、詳細につきましては、概要欄にですね、詳細を説明した動画のリンクの方を貼っておきますので、ご興味のある方はそちらの方をご視聴いただければ幸いです。12月15日の金曜日の午後から申し込みの方受付を始めまして、実際にメールマガジンを発行していくのは12月17日の日曜日からになります。で、今まではですね、指数の CFD ということで、レバレッジがかかっていてですね、なかなか手が出しにくいなというふうに思っていた方もいらっしゃると思うんですけども、今回はですね、個別株の方ですから、レバレッジかけずにですね、現物取引をですね、することもできますので、それだったらやってみたいという方は、ぜひご検討いただければ幸いです。指数 CFD の方でですね、行っている100万円企画の方ですけれども、個別株の方でもですね、もちろんやっていこうというふうに思っています。指数 CFD のメルマガと個別株のメルマガの100万円企画それぞれについてですね、新たに別の動画でご説明しようと思いますので、動画の作成までですね、お時間いただければ幸いです。はい、では引き続きですね、トレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。